皆さん、こんにちは。優しい日本語ポッドキャストへようこそ。あきです。今日は私が最近読んだとても素敵で心に残る物語を紹介したいと思います。その物語のテーマは一番いい知らせ。人生で何が本当に大切かを考えさせられる少し不思議で心温まるお話です。それでは始めましょう。あるところに大学を卒業したばかりの若い男性がいました。彼は仕事を探していましたが、なかなか見つかりませんでした。そんな時、彼は国中の大学の学生が参加するとても大きなコンテストについて知りました。彼はそのコンテストに参加することに決めました。コンテストは何ヶ月も続きました。とても難しかったですが、彼は毎日一生懸命頑張りました。そして、たくさんの強い相手に勝って、ついに決勝戦に進みました。そして、彼は優勝しました。賞品は、彼がずっと夢に見ていたものでした。とても大きいお金、賞金です。これで僕の人生は変わる。彼は心から喜びました。コンテストが終わって、彼が建物の外に出ると、たくさんの記者が待っていました。カメラのフラッシュがたくさん光って、とても眩しいです。彼は記者たちから逃げるように、急いで自分の車に向かいました。その時です。突然、一人の女性が彼の前に現れました。彼女はとても悲しそうな顔をしています。そして、彼に話しかけました。おめでとうございます。素晴らしい勝利でしたね。すみません。少しだけ私の話を聞いてくれませんか？彼女は泣きながら自分の話を始めました。私の子供が今病院にいるんです。とても重い病気ですぐに手術をしなければなりません。でも私には手術のためのお金が全然ないんです。それを聞いて若い男性は彼女をとてもかわいそうだと思いました。彼は自分が受け取ったばかりの賞金の封筒をそのまま彼女に渡しました。そしてこう言いました。これをお子さんのために使ってください。お子さんが早く元気になることを心から祈っています。女性はありがとうございます。ありがとうございます。と何度も彼にお礼を言って去っていきました。数日後、彼のもとにコンテストの会場にいた記者から一本の電話がありました。記者は少し言いにくそうに話しました。もしもし、先日のコンテストで優勝された方ですよね。実は、あの時あなたにお金を求めた女性について少し調べたんです。ええ、彼女がどうかしましたか？記者は続けました。調べて分かったのですが、実は彼女は嘘をついています。彼女は詐欺師です。病気の子供なんてどこにもいませんでした。それを聞いて、彼は驚くでしょうか？怒るでしょうか？悲しむでしょうか？記者は彼に聞きました。つまり、重い病気で死にそうな子供は最初からいなかったということですよね。大丈夫ですか？電話の向こうで彼は少し黙っていました。しかし、彼の声は怒っても悲しんでもいませんでした。とても静かで、そして少しだけ嬉しそうに聞こえました。彼はこう言ったのです。そうですか。それならよかった。それは
私が今日聞いた知らせの中で一番いい知らせです。記者はとても驚きました。どうしてですか？あなたは騙されたんですよ。大きなお金を失ったんですよ。すると、彼は優しく答えました。確かにお金はなくなりました。それは少し残念です。でも、もっと大切なことがあります。それは、この世界のどこにも、今死にそうな子供はいない、ということです。お金がなくなったことより、一人の子供が元気でいることの方が、ずっと素晴らしい知らせじゃないですか。今日のお話は、これで終わりです。この物語は、私たちにとても大切なことを教えてくれます。人生の意味は、私たちに何が起こるか、ということではありません。その出来事に対して、私たちがどう反応するか、どういう態度をとるか、ということです。物語の男性は、騙されて、大切なお金を失いました。これは、とても悪い出来事です。しかし、彼は騙されたという出来事に、怒ったり悲しんだりしませんでした。彼は、病気の子供はいなかった、という事実に喜ぶことを選びました。彼の反応が、悪い出来事の意味を、素晴らしい知らせに変えたのです。何が起こるかではなく、それにどう向き合うか。それが人生を豊かにするのかもしれませんね。皆さん、今日の物語、いかがでしたか？それでは、また次回、お会いしましょう。さようなら。